こんにちは、ほやです。今回は、前回に引き続き、真鶴の磯のタイドプールで、見つけた生き物を紹介します。前回は、ウミウシを中心に紹介したので、今回は魚と、エビ、カニが中心です。イソカサゴが、こちらを見ています。魚にも好奇心があるので、撮影をしていると、たまにこういう、興味津々で見つめてくる魚もいます。イソカサゴは、大きめのタイドプールにも見られる、ポピュラーなカサゴの仲間です。網で比較的簡単に捕まえられるので、磯遊びに来た子供たちにも大人気の魚ですが、普通のカサゴと比べて、身が水っぽくて、あまり美味しくありません。おお。かわいいサイズの、チョウチョウウオがおるな。チョウチョウウオは、南の海から黒潮に乗ってやってくる、いわゆる、死滅回遊魚の代表なので、このサイズのチョウチョウウオが現れると、いよいよ、夏、本番という感じがします。チョウチョウウオは、死滅回遊魚の中でも、比較的、低水温に強いので、相模湾で越冬する個体も出てきています。このサイズのチョウチョウウオなら、黒潮に乗って、今シーズンに、相模湾にたどり着いた個体だと思います。ようこそ、真鶴へ。少しでも、長生きするんやでー。ソラスズメダイです。以前は死滅回遊魚の一つとされていましたが、越冬する個体も増え、相模湾でも数は変動すれど、一年中見られます。色のバリエーションも多く、全身が鮮やかな青の個体や、尻びれと尾びれが黄色の個体とか、ちょっとくすんだ、青をしている個体もいます。地域ごとに傾向が見られるようで、この個体のように、尾びれと尻びれが黄色の個体は、沖縄に多く見られるタイプです。なんにせよ、鮮やかな青い魚は、インパクトが強いので、初めて海に潜った人は、大抵この魚に魅了されます。岩陰に、目立つ横縞が入っている魚がいました。白線スズメダイかなと、思っていましたが、スズメダイにしては、体が横長な感じがします。後で詳しい人に聞いてみたところ、オキナメジナというメジナの仲間、とのことでした。このタイドプールで、横縞が一本入っている魚は、オキナメジナだったんやろな。ちなみに、魚の場合、頭から尻尾に入る縞が縦縞、背中側からお腹側に入る縞が横縞です。オキナメジナは、普通のメジナと比べて、身の磯臭さが強く、あまり美味しくないらしいです。オキナメジナを撮影していた時に、ちょこちょことカットインしていた魚は、カゴカキダイです。黄色と黒の縦縞模様で、磯遊びでは、人気の魚です。今シーズンは、このタイドプールで、稚魚の頃から観察しているので、大きくなったなぁ、と、感慨深いです。引き続き、元気に暮らすんやでー。セダカスズメダイの幼魚を見つけました。緑と白の、ツートンカラーが、綺麗です。幼魚は夏によく見かけるので、死滅回遊魚とも思われていますが、普通に、相模湾で暮らしている魚です。クモハゼが近寄ってきたのにビビって、隠れてしまいました。クモハゼさん、邪魔です。どいてください。隠れたセダカスズメダイも、クモハゼの様子を、ちらちらと伺っていますね。
クモハゼさん、行っちゃった。クモハゼがいなくなったら、出てきました。やっぱり、ビビっとったんやな。ハコフグの幼魚を見つけました。南ハコフグの幼魚と思った方も、いるかもしれませんが、体の黒い点々が小さいので、多分これは、ハコフグの幼魚です。どちらにしても、丸っこい体で、ちょこまかと動く様子は、とても可愛いです。岩をつっついていますね。岩についた何かを、食べとるんやろか。ハコフグはその名の通り、体が箱みたいな形をしていますが、これは、皮膚に骨盤という骨が発達してできた形なので、体の表面はとても硬いです。波打ち際に打ち上げられても、骨盤が綺麗に残って、ハコフグそのものの形で、ミイラになっているのも見かけます。それはともかく、やっぱり幼魚は可愛いです。なんだか、変な姿をした、エビを見つけたので、捕まえてみました。なんやこいつ。茹でたエビみたいな色をしていますが、ちゃんと生きています。見た目は、鉄砲エビに似ていますが、どうなんやろか。観察ケースに入ってもらいました。どっしりと構えて、全然動きませんね。エビの仲間は、観察ケースに入れると、パニックになって動き回るイメージがあるのですが、そんな様子は、全く見せません。もっと近寄ってみました。こうしてみると、やっぱり、鉄砲エビの仲間で、ハサミ爪がちぎれてしまっている個体のようです。かわいそうに。ゴツゴツした、強そうなカニを見つけました。イボイワオウギガニです。名前まで、なんだか強そうですね。このタイドプールでは、比較的よく見かけるカニですが、岩のくぼみに隠れていることが多いので、こんなに堂々と表に出ているのは、ちょっと珍しいです。ハサミ爪も大きく、イボイボがたくさんついていて、強そうです。カニのハサミの大きさは、そのまま、力の強さにつながるので、挟まれると、えらいことになります。実際、図鑑によっては、危険なカニとして紹介されているものもありますので、見つけたときは、挟まれないように、注意しましょう。すべすべまんじゅうガニを見つけたので、捕まえてみました。磯で見たい生き物ランキングで、常に上位に入っている、人気のあるカニです。ユニークな名前で、さらに、丸っこくて可愛いのが、人気の元なんやろな。観察ケースに入れたら、ひっくり返ってしまいましたが、力強く起き上がりましたね。動きも、なんだかコミカルで、可愛いです。こっちを向いてくれました。甲羅の幅は、3センチくらいなので、すべすべまんじゅうガニとしては、小さめです。ご存知の方も多いとは思いますが、フグの毒と同じ毒を持つ、猛毒のカニなので、間違っても、食べてはいけません。クロサギがいたので、ついでに撮影しました。今回は、このくらいにしておきましょう。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。